2015年、韓国で MERS 集団感染の震源地となった韓国サムスンソウル病院。その苦い経験から感染症対策へ一層力を入れてきた韓国ビッグ5と呼ばれる大型病院の一つです。ここに勤務する看護師が5月19日に新型コロナウイルスの陽性判定を受けて、病院内に大きな動揺が走っています。19日に感染確定の判定を受けた看護師は、16日から出勤していませんでした。17日に症状が出て18日に検査を受けました。この看護師は15日に手術に参加していたため、25の手術室は閉鎖。手術は暫定延期となっています。手術に参加したり食事で接触のあった医療従事者22人と患者15人は PCR 検査を受けました。そのうち一緒に働いていた看護師3人が陽性という結果が出てさらに波紋が広がっています。疫学調査では、9日に友人ら5人と1泊2日の旅行をし、居酒屋やカラオケを訪れていましたが、友人の2人も陽性であることが分かりました。ゴールデンウィーク中に感染が拡大したイテウォンのナイトクラブとの関係は今のところ分かっていません。徹底した調査の結果、9日の旅行ですでに誰かしらが感染していて、それが伝染したと見ているようです。そして、これまで患者への感染は確認されていないとのことです。こうしたことから今回の集団感染は病院の外を発端として、病院内での拡散は抑えられたと推測されています。現在1418人にも上った接触者への検査は1243人が受け、これまで835人が陰性判定を受けています。編集所管。2015年の MERS 流行の時、韓国の感染者186人のうち85人の感染者が確認されたサムスンソウル病院。いわゆるスーパースプレッダーがここに4日間滞在して震源地となったわけです。その経験を受けて一つもなかった陰圧病床を10に増やし、発熱呼吸器患者用の建物まで作って最善を尽くしたわけですが、病院内で感染は広がってしまったということです。今のところ患者には広がっていないということなので、最悪の事態に発展することはなさそうだということですが、まだわからないですね。まあこれでまたサムスンソウル病院から広がったりしたら、信用失墜ですからね。あれだけ対策しておいて。そういう意味では不幸中の幸いだったんじゃないでしょうか。韓国では厳戒態勢が緩和されてからも集団感染が出ています。この看護師の場合は旅行に行った際、カラオケボックスに行ったようですが、ここで仲間内で感染したのではないかということですね。その他インチョンでもカラオケボックスを発端とした集団感染。これは4人ですけど発生しているわけで、こうしたところで感染して無症状の患者がさらに広げる可能性があるわけです。インチョンではカラオケボックスに対しても集合禁止命令を出していますね。これは学生たちがよく訪れることから、登校再開と合わせて感染が拡大するのを防ぎたいということだそうです。イテウォンのナイトクラブ関連の集団感染でもカラオケボックスが4次感染の場となった例もありますので、少なくとも韓国では危険な場所ということでしょう。同様に PC 部屋、日本でいうところのネットカフェに対しても危険が指摘されています。日本でもこの2つは営業自粛要請で危機的状況に陥っていますけど、同じことが起こるかもしれないですね。私の立場では行かない方がいいとは言いませんけど、こうした事例は一つの参考にはなりますね。韓国ではイテウォンのナイトクラブを発端とした集団感染のウイルスが欧米型だと判明して少し話題になっています。韓国は海外からの帰国者による感染例が非常に多いですから、これが入ってきていても不思議ではないですけどね。韓国では集団感染の影響もあって、20日は新規感染者数が32人、21日は10人ですから、人口比で考えると日本とさほど変わらないということです。それを考えると日本もこの辺りまでは来たということですね。韓国で警戒されているのが、いわゆる実効再生産数。これが5月1日の時点では 0.58 だったのが、2日から12日では 2.58 に上がったということだそうです。テグでの集団感染が発生した時のピークが 3.53 だったとかで、ある教授はこの状態から元に戻るのは7月上旬だなんて言っているそうですね。なんか際立たせるために数字遊びをしているようですね。こんなことをして面白いんでしょうか。まあこれは放っておきます。韓国疾病管理本部は冬にかけてインフルエンザが流行すると見分けがつかないので、予防接種の無料支援を拡大と報じられたようです。一つのアイディアではあると思いますが、
韓国疾病本部ではまだ協議中で確定されていないそうで、どうやら一部メディアが先走って誤報を伝えたとしています。韓国メディアもひたすら目立った報道をしようと必死ですね。それ以外にも面白い報道はたくさんあるのに。今回も結局広がらなかったんですね。今のところはね、まだ400人近く結果が出てないですから、それと一応がっかりするのはやめてね。がっかりしてないですよ。それか普段からがっかり顔なんですよ。最近。なんで？テレワーク終わるから？そうです。残念です。これだけ収まってくると、あえてテレワークをする意味もなくなってきますよね。あえて出社する意味もないと思うんですけど。まあそれは会社の方針だから。それと、人と会っている方が気が紛れたりしない？一長一短です。なので週2回だけ出勤とかがいいなぁと思って。話を戻して、韓国もポツポツと集団感染が起き続けています。日本もあんな感じになるんですかね。そうなるんですかね。警戒が不十分だったところでポツポツと起きたりするかもしれませんね。カラオケ屋さんは大変ですね。ご飯食べていけるんですかね。小さなカラオケバーやカラオケスナックもちょっと怖いでしょうね。換気が悪そうですからね。あと、ネットカフェ。あそこも換気のすごく悪そうなビルの一室ですよね。あそこで生活する人もいるのに。店側もそこで集団感染が発生したらたまったものじゃないですよね。また閉店になって潰れちゃうんじゃないですかね。ただ、医療機関にある程度余裕があるならば、過度に自粛しすぎて経済を停滞させるのもどうかと思いますね。そんなのありですか？感染者や集団感染は仕方がないってことですか？新規感染者数0人をひたすら続けて撲滅できるわけでもないですし、そのうち外から人が来ればまた広がるわけですから。目指せゼロのために経済をこれ以上停滞させるというのは取るべき道ではないでしょうね。難しいですよね。それが3月のように広がったりすることを考えると。やはり3月下旬から今月にかけての感染拡大。ここから得た教訓をもとに、攻めに転じるべきだと思いますね。経済は動かしてなんぼですから。欧米なんかは特にそうですよね。すごく強気に感じます。なので集団免疫獲得という点ではアジアは欧米に遅れを取ることになりそうですけどね。比較的抑え込んでしまったので。私もこっそりかかっておけばよかったかも。なので今はワクチンに期待するしかないですね。そっか、そっちですか。年内は難しいみたいですけど。先が長いですね。元気出して。ようやく描き始めましたよ。白雪さんの新しい衣装。遅すぎる。まだ線を引いて下塗りしただけだからこれから。ただ今本当に忙しいんですよ。言い訳無用。ぐだぐだ言わない。こういう時だけ本当に強気ですよね。私はいつも強気ですよ。発言も。発言は暴れ気味だから、あれは強気とは言わないの。暴言レベルですよ。バシッと言った方が伝わるんですよ。だからうちは規制が厳しいから、長い目で見ると YouTube からの信頼を得る方が空虚な数を稼ぐより重要なの。また難しい話でごまかそうとする。そういえば、今回の服は春服っていう情報を聞きましたけど、夏服ももう選んだ方がいいみたいですね。それ誰に聞いたの？いつものプロデューサーです。私もそれ昨日聞いたばかりなんだけど、びっくりしたよ。また書くの？って思った。ゆるりんのは春秋いけそうだからいいじゃないですか。ほら、スカートかぼちゃ色だし。季節があるとは知らなかったですよ。早くこの服卒業したいです。最初に書いたから一番雑だしね。知ってます。そしてもう飽きました。動画はもっと効率化させるので、頑張って色々書けるようにしていきます。そういえばまた何か買うらしいですね。もう買った。配送待ち。で何を買ったんですか？モーションキャプチャー。動きを計測してそのままキャラクターに反映させることができます。あの恥ずかしいタイツを着るものですか？バンドでつけるタイプです。着替えなくていいです。本当？じゃあ私もそれやってみたいです。踊ってみたいです。いいですよ。来月には届きますよ。すごく遅いですね。米国からの配送だから。じゃあ日本の経済には貢献しなかったんですか？代理店が暴利を貪るから直輸入しました。だって直輸入するよりも 50% 以上高いんですよ。値引き交渉したけどダメでした。それはよく言うぼったくりじゃないですか？そう。
関税と消費税は払うから勘弁して。じゃあいいや。許します。